今回は Geekom A9Max というミニ PC について話をしたいと思います。昨年 Geekom A6 をレビューして今もなお使っているのですが、今回レビューするこの Geekom A9Max はその A6 からさらに進化しているんですよね。大画面の作業デスクもスーパーウルトラワイドモニターもこのマルチディスプレイ環境もすべてこれ1台で余裕で作れてしまう。最近では本当デスクトップパソコンを起動することもなくなってしまいましたからね。しかも近年は AI も進化しまくっており、私の作業スタイルも180度ぐらいガラッと変わっているわけで、正直大きなデスクトップ PC というもの自体がいらなくなってきているとも感じております。ただ、このミニ PC、Geekom A9Max で勘違いしてはいけないのが、高性能とはいえ最新のゲーミング PC みたいにゲームを最高スペックでガンガン動かすみたいなことはできないし、超高性能な AI をローカルで動かすみたいな使い方は正直あんまり向いてないとも思っております。まあ最近の高性能 PC って AI PC とかゲーミング PC とかいかにも GPU 性能が高そうなイメージがあるんですけれども、何でもかんでもできるかって言われればそんなこともないわけで、今回はこの Geekom A9Max が実際どれぐらい高性能で具体的にどんなことができるのか、約3ヶ月ほど使って気づいたことも含め、最新のミニ PC について深掘っていきたいと思っています。それでは行ってみましょい。はい、それではまず前作の Geekom A6 からこの A9Max で具体的に何が変わったのかって話ですね。まず2台を並べてパッと見てわかるのがサイズ。A9Max の方が一回り大きくなっています。ただこれは本体が大きくなってしまったっていう単純にマイナスな話ではなくて、本体が大きくなったことによりインターフェース、つまりポート類が大幅に増えています。Geekom A6 の時もミニ PC なのにデスクトップ級のポート数だと感動していたんですけれども、Geekom A9Max はさらにそこから1段階増えています。まず USB4 ポートが2つ、40GBps の爆速規格で映像出力に使えて、さらにそのうち1つは給電入力にも対応しております。HDMI2.1 ポートも2つ、これで先ほどの USB4 と合わせて最大4画面出力が可能。2.5Gb イーサの有線 LAN ポートも2つもついてて、フロント側には USB-A 端子が4つもついている。しかも左側の1個は本体の電源が切れていてもスマホを充電できる常時給電対応です。そして地味に嬉しいのがフルサイズの SD カードスロット。あんまり使わないけどないとすんごい困るやつ。無線スペックも Wi-Fi 7と Bluetooth 5.4 という最新世代。CPU は最新の Ryzen AI9 HX シリーズで12コア24スレッド。内蔵 GPU は Radeon 890M と Geekom A6 が積んでいた Radeon 680M から世代が2つ分くらい進化しています。ただ、先ほど申し上げた通り、これ処理スペックで戦うようなマシンじゃないんですよ。本格的な動画編集や最新のゲームを最高画質でっていうのは正直ちょっと心もとない。この Geekom A9Max の本当の価値、真骨頂はこの本体の処理性能じゃなくて、この豊富なインターフェースを活かしたつなぎ役、つまり高性能ハブとして Windows デバイスが使えるってことにある。で、しかもですよ、これだけのポート数をこの小ささに搭載しているっていうのが本当にすごいんです。これだけの端子を積んだパソコンで、ドッキングステーションと大差ないサイズ感ですからね。これだけ高性能なポートを揃えたドッキングステーションって、ドック本体もそこそこでかいし、何よりめちゃくちゃでかい AC アダプターまで一緒についてきますからね。それがこの Geekom A9Max ならドック1個分くらいの箱の中に PC もハブも UI デバイスとしての機能も全部詰まっている。電源もドッキングステーションのでかいアダプターと違ってコンパクトだし、USB Type-C 給電にも対応している。いやほんとドッキングステーションって結構熱くなったりするものも多いですからね。その点この PC は排熱性能も優れており、うるさくもないし熱くもなりづらいってのも素晴らしいと思いました。はい、それでは続いてこれだけ進化をして実際の使い心地はどう変わったのかって話ですね。正直昨年から使っている Geekom A6 からこの Geekom A9Max に乗り換えて毎日の作業が劇的に速くなったみたいな体感は実はそこまでないんですよね。ブラウザをたくさん開いて、スプレッドシートを開いて、キャンバでデザイン作業して、テレビ会議をやって、その裏で AI に相談して、みたいな、私の日常作業は Geekom A6 の時点でもうすでに十分快適だった。ただ、同じ快適でも、そのレベルがワンランク上がったという感覚ですね。まあ、これは新しい iPhone に買い替えた時みたいに、
前のモデルでも十分快適に使えてたはずなのに、最新モデルを触るとさらに快適で、前のモデルに戻るとあれこんなに遅かったっけって感じるようなあの感覚ですね。そしてもう一つ、これはしばらく使って分かったことなんですけれども、スペックに余裕があるんですよね。ギーコム A6 も別に不自由なく使えてたんですけれども、やはり格安なミニ PC であって、本気でフルに回そうとか、ブラウザ開きまくって作業しようとすると、どこかで余裕がなくなる瞬間がありました。ここはちょっとメモリを節約しとこうかなとか、再起動しておくかとか、無意識のうちにこっちがパソコンに気を使ってセーブしながら使ってたんですよね。ただ、そういったことが Geekom A9Max ではないなと。何も気にしてないし、全部散らかしまくって全力で回してる。この気を使わなくていいっていう安心感。ストレスのなさは結構でかい。最高峰のミニ PC だからこそ、心置きなくメイン PC としても使えるなと。で、この Geekom A9Max は、先ほども申し上げた通り、AIPC とかゲーミングミニ PC とか、そういったイメージもあるかとも思うんですけれども、それを真に受けて大規模なローカル AI や、ハイエンドなゲーム機として使うつもりなら正直避けた方がいいかなと。ただ勘違いしないでほしいのは、私は AI も使いますし、ゲームも結構やる方だと思うんですけれども、こういった処理が重い作業っていうのは自宅のパソコンでやらない方向になりつつあるんですよね。そもそも高性能なパソコンってなるとデスクトップは避けられず、高性能を求めるがゆえに自作もするんですけれども、半導体もメモリもハードディスクも価格が上がりすぎて、ちょっと割に合わなくなってきてるんですよね。自作パソコンって相性の問題もあるし、規格もすぐ変わっちゃうし、パーツの管理も非常に面倒。私だってできることなら自作したいんですけれども、やっぱりすんごい高額になってしまってますからね。だったら重い処理は全部クラウドに任せちゃった方がお金も節約できるし、すでに私はゲームも AI もクラウドでやってもらってますからね。AI はローカルの LLM よりクラウドの LLM の方が圧倒的に優秀だと思ってるし、そもそもそこまで優秀な AI を活用できる人間の方が限られるんじゃないかとも思ってる。ゲームももっぱらクラウドゲーミング。Xbox クラウドゲーミングならゲームもやりたい放題。GeForce Now なら 4K120Hz で遊べるし、グラフィックボードを買って電源だ、冷却だと揃えるより断然安いのではないかなと。となると手元のパソコンにゴリゴリの専用のグラフィックボードはいらない。必要なのは作業をさばくための高性能な CPU とメモリ、そして豊富なインターフェース。そうなんですよ。まさにこの Geekom A9Max が最適ってわけなのです。具体的に何がそこまで使いやすいのか、続いてメリットから見ていきたいと思います。はい。というわけで、ここからは、この Geekom A9Max を作業用 PC として約3ヶ月ほど使ってみて、具体的にどこが優れているのか、そのメリットを深掘りしていきたいと思います。まず素晴らしいのが、この A9Max、1台で最大4画面まで出力できるんですよ。HDMI 2.1 が2ポート、USB4 が2ポート、映像が映し出せるポートが合計4ポート、グラフィックボードを拡張する必要もなく、ドッキングステーションもいらない。本体に直接ケーブルを挿すだけで広大な作業領域が手に入るのです。4K モニターを3枚並べたり、あるいは 5K2K のウルトラワイドを縦に積んでみたり、そういうマルチモニター環境もこれ1台で軽々と組めてしまうし、家に余ってるモニターを引っ張り出してきて使ったって良いでしょう。背面にある USB ポートのうち、一つは給電入力に対応したポートとなっている。邪魔くさい AC アダプターもデスクから消すことができたりもするのです。パワーデリバリー給電は最大 100W まで対応していて、付属の純正アダプターは 100W なので、ゲームや動画レンダリングみたいにがっつり負荷をかけるつもりなら純正アダプターを使った方が安心かと思います。とはいえ、さっきも話した通り、私の場合、そういう高負荷な作業は手元の PC ではやらないので、USB-C 給電で全部いけちゃうんですよね。やはりこのサイズ感でドッキングステーションもグラフィックボードも不要で、これだけの拡張性があるってのがやっぱりすごいと思いました。はい、続いて感じたメリットがやはり Windows だということですね。時代の流れとともに Mac を使うようになった人っていうのは多いと思うし、私もその一人なのですが、やっぱりなんだかんだで Windows が必要であり、Windows がどうしても必要なことって私は今もあるんですよね。この辺のところは私が Windows ユーザーで長く Windows を使ってきたっていうのもあるんですけれども、それを差し引いても Windows をどうしても手放せない理由がある。未だに Windows にしか対応してない業務ソフトは多くあるし、日本の企業や役所、まだまだ Windows で動いてるし、Windows と Mac で挙動の違うアプリは多い。
もちろん Mac は当たり前に普及しており、クラウドで何でもかんでもできる時代でもあり、私も Mac でほぼほぼ全ての作業は完結するのですけれども、ごくごく一部、たまに Mac だとどうにもならない場面があるって時に困るわけです。あと Mac は吊るしの状態だと結構コスパは高いんですけれども、少しでもアップグレードするとどんどん高額になっていきますからね。特にストレージ容量はコスパが悪くて、これを増やそうとなると Mac はえげつなく高額になっていく。私はクラウドストレージも大容量を契約しており、なるべくローカルで同期してサクサクデータも管理したいので、そうなってくると内蔵 SSD はある程度の容量がないと困るんですよね。この辺も Geekom A9Max はデフォルトで 2TB、最大 4TB の SSD が利用できるってのも安心かと思いました。はい、続いてのメリットは、この Geekom A9Max はただの Windows じゃなくて Windows 11 Pro 搭載なんですよね。ホームじゃなくて Pro。これが素晴らしい。というのも Windows 11 Pro にはリモートデスクトップのホスト機能が標準でついてくる。サードパーティー製ツールを入れなくても OS 標準機能だけで別の PC からこの Geekom A9Max に丸ごとアクセスして Windows 環境をそっくりそのままリモートで操作できる。テイルスケールみたいなメッシュ VPN と組み合わせれば外出先からも呼び出せるわけです。つまりこの A9Max がどこからでも使えるってことが非常に便利なんですよね。Windows の業務ツールも AI エージェントも大容量のデータも全部家に置いたままどこからでも触れるようになる。しかも結構高性能でどこにでも置けますからね。具体的に何ができてすごいのか、実際どう使ってるのかって話は後ほど詳しく解説できればと思っております。はい、ここからは気になったポイント、デメリットについても率直に話をしておきたいと思います。まずはゲーミング性能ですね。軽くベンチマークを回してみましたけど、快適に遊べるのはフル HD 解像度くらいと思ってた方が良いですね。最新の AAA タイトルでも 4K 画質でプレイしたり、高リフレッシュレートでヌルヌルプレイしたりっていうのはやっぱり難しいかなと。ただ本気でやるつもりならクラウドゲーミングという手段がありますからね。GeForce Now を使えば本体性能にほぼ関係なく高画質でゲームも遊べますし、Xbox クラウドゲーミングもフル HD 解像度で結構快適にプレイできますからね。ただこのパソコンゲーミングスペックもそこそこ高いですからね。一昔前のゲーム機くらいのスペックなら十分にある。だから GeForce Now に対応してない一昔前のゲームやマイナーなタイトルはローカル起動でちゃんと動く。むしろそういう軽いゲームをわざわざクラウドゲーミングでやるのももったいないし、目の前の PC でサクッと起動できるのも最高なんですよね。結局のところメジャーなタイトルはクラウドゲーミングでプレイすれば良いし、マイナーなタイトルは本体のゲーミングスペックでほぼできないゲームもないわけ。あとは動画編集も似たような感じですね。フル HD 解像度なら快適に編集できるとは思いますけど、4K 解像度にエフェクトをゴリゴリに重ねるような本格的な編集となると正直厳しいんじゃないかなと。とはいえ私の場合動画編集は Mac の方でやってしまうので、この A9Max に編集パワーは求めてないのであしからず。あと AIPC という表現にも気をつけた方が良いかなと思います。AIPC というとローカル AI ですね。このパソコンは NPU っていう AI 処理用のチップも積んでいますし、AIPC として全く使えないわけじゃない。ただ正直なところ、今の最先端のクラウド AI と比べると、巨大な LLM や重い画像生成を手元のミニ PC で動かすっていうのは厳しいんじゃないかなと思っていて、そもそもクラウド AI と同じ感覚でローカル AI を全部回せるとも思わない方が良いです。というのも、今皆さんが使っている、使いたいと思っている AI って、ほぼ全部クラウドの AI なんですよね。自前の PC で動かすローカル LLM じゃない。じゃあわざわざローカル LLM を使う意味はどこにあるのかというと、それはオフラインで動かせる、つまり秘匿性とかプライバシーの話になってくるんじゃないかなと思っています。クラウドに送りたくない機密データを手元だけで処理したいとか、そういったデータ整理を行うことがメインであれば、このパソコンでも十分できるでしょうし、少なくとも私は今のところローカル LLM の必要性も感じていないですからね。で、AI を活用するなら AI エージェントを使った方が断然いい。そしてこの AI エージェントを使う上で効いてくるのが大画面なんですよ。エージェントと繰り返し対話をして、なんなら複数同時に動かして、その動きを見ながら進めるには画面は広ければ広いほどいい。インターフェースが豊富なミニ PC、Geekom A9Max が生きてくるってわけですね。はい。そして最後にネックとなるのがやはり価格ですね。国内でのこの Geekom A9Max の販売価格は約24万円くらい。正直安くはありません。ただ最近は半導体の価格が上がりまくってますし、
SSD の価格もめちゃめちゃ上がっている。つい最近では Steam のゲーム機、Steam マシンも20万円前後で販売開始となりましたからね。この状況を考えると、むしろそこまで高額とは思わない。何より本体が高性能な上に周辺機器への追加投資がいらない。標準でストレージ容量がでかいし、ドックもグラボもハブもいらないからその分お金も浮く。配線もスッキリして設置の手間もないし、何より小スペース。しかもこの PC は作りも非常にしっかりとしています。筐体はフルメタルで、なんと 200kg の荷重にも耐える設計。冷却も安い PC にありがちなアルミじゃなくて全部銅なんですよ。銅はアルミより熱を伝えやすい。つまり熱を素早く逃がせる。しかも CPU 本体だけじゃなくて、電気を送る電源周りにも専用の銅プレートを当てて別で冷やしてる。その上、出荷前には339項目ものテストをクリアしていって3年保証に24時間365日のサポートまでついてくる。で、実際私はこの小さいミニ PC、Geekom A6 をもう1年以上は使ってますからね。特に不具合は感じておりませんし、この価格で3年保証もついてるってのがやっぱりすごいと思いました。はい。それでは最後に私がこの Geekom A9Max を実際にどう使ってるのかっていう話をさっくりと。このパソコンは映像が出せる端子が USB-C も HDMI も両方揃っています。だからモニターはもちろん、テレビでもプロジェクターでも AR グラスでも好きな映像デバイスにすんなりつなげられるんですよ。例えば大画面テレビ。これは前回の動画でも話したばかりですが、4K の大画面が PC モニターを買うよりもずっと格安に手に入る。最近のテレビはミニ LED で綺麗だし、EARC 対応だから Windows も Mac もゲーム機もつなげて、音はサウンドバー1本で共有できる。プロジェクターなら本体だけちょっと持ってって大画面でプレゼンしたり、映画を見たり、X リアルみたいな AR グラスにつなげば、目の前に巨大な仮想スクリーンも出せる。物理的なモニターがいらないから、ものすごい小スペースで済んで覗き見もされにくい。で、作業用のパソコンとしては十分なスペックがあるので、ブラウザを大量に開いて AI エージェントを同時に起動させてみたいなマルチタスクでも全然もたつかない。それなのに本体は片手で持てるくらい小さい。ドックもいらないから配線もスッキリするのです。しかもこれだけ小さいと置き場所を自由に変えられる。書斎でもリビングでもどこでもさっと動かして構成を組み替えられるんです。自分に最適な作業環境を手軽に試していまいちだったらすぐに変更してまた試せる。この気軽にやり直せるというのが一番のメリットだとも感じております。そもそも私は家のどこにいてもデスクトップ並みのパソコンを使いたいっていう願望がずっとあったんですよね。決まった場所じゃなくてリビングでも書斎でも寝室でも好きな場所で快適に作業がしたい。で、そのためにずっとノートパソコンを蓋を閉じて外部のモニターとキーボードにつないでって使ってたんです。でもこれよく考えたら変な話で、液晶もキーボードも一切使ってない。結局欲しかったのは本体の中身、頭脳の部分だけなんですよね。それがまさにミニ PC だったって話。この Geekom みたいな高性能な Windows ミニ PC が登場したおかげで、無駄にノートパソコンを買わなくて良くなったってわけですね。で、今、ノートパソコンを使ってる人って、家でも外でも同じ環境で作業したいっていうことで選んじゃってる人も一定数いると思うんですよね。最高峰のスペックのノート PC を1台持って、外でも家でも使うっていう方法。データもまるっと持っていけるんで、便利っちゃ便利なんですけれども、これ結構リスクなんですよね。私もそう思って過去には超高額なノート PC を持ち歩いてたんですけど、カバンの中に入れたまま水没させてしまったこともあるし、壊したことは数知れず、盗まれたというか紛失したこともありますからね。盗まれるとか壊すとかは自分でしっかり管理すればなんとかなる話だとは思うんですけれども、やっぱり人間ですからね。結局のところ人的リスクが一番高いわけです。少なくともずっと同じ場所に置いとくより持ち運ぶ方が壊れるリスクは高くなるわけで、ミニ PC って小スペースゆえに壊れやすそうと思われがちなんですけれども、この Geekom のミニ PC はノートパソコンに比べたら圧倒的に頑丈な作りになってるし、排熱性能も高い。構造的にもノート PC より耐久性は高いのではないかなと。ノートパソコンを何度も買い替えてきた私からすると、パソコンってのは壊れるときは壊れるし、少なくとも壊れることを想定して使うべきなんじゃないかなと。となると家で使うパソコンと外で使うパソコンは分けるべきであり、外で本気の作業はできないし、クラウド作業なら PC は高性能じゃなくたっていい。外で使うことに特化すれば、なるべく小さくてさらにコスパの高いものも選べますからね。
私は吊るしの MacBook とポケットに入る GPD Micro PC2 を愛用しております。クラウドで処理するっていうのもありますけれども、この Geekom の A9Max は Windows 11 Pro 搭載なので、外から家の PC につないで操作することもできたりもするわけですからね。リモート操作するなら、家の1台は高性能であればあるほど良い。そしてそれにまさにうってつけなのが、この Geekom A9Max というわけです。ストレージ容量だけでなく、処理スペックにも余裕があるので、いろいろと気にせずガンガン何でも任せられる。となると、いっそ全部の作業をこの A9Max に集約して、リモートで操作しちゃってもいいんじゃないかって話ですね。で、ここで生きてくるのがさっきお話ししたリモートデスクトップという機能ですね。この Windows 11 Pro のリモートデスクトップが本当によくできていて、手元のデスクトップ PC を操作しているような感覚で遠隔で操作ができる。VPS とかクラウド PC を1台契約して、手元から動かしているような、そんな感覚。しかも今は AI エージェントに任せておけば遠隔でもどんどん作業が進んでしまう時代ですからね。このリモートデスクトップで便利なのがクリップボードも共有できること。手元の PC でコピーしたテキストをそのまま向こうの PC に貼れる。音やマイクも共有できるので音声入力もできるしマルチモニターにも対応している。例えば片方のディスプレイには手元の PC、もう片方には家の Geekom A9Max を映しておく。一つの環境から2台の PC が同時に操作ができて、処理する OS も別にしておけるってのもあるし、片方は Geekom A9Max という高性能な PC ですからね。この Windows のリモートデスクトップって、ホスト PC にはモニターを1枚もつなげる必要がないんですよね。画面そのものを仮想的に作ってくれるので、ダミープラグもいらない。つまりこの Geekom A9Max、電源だけ挿して部屋の片隅に転がしておけばよい。モニターもキーボードもマウスも一切いらないってわけ。あとは手元の好きなデバイスからリモートで操作するだけ。ミニ PC だから消費電力も小さいし、24時間つけっぱなしの自宅サーバーみたいに運用しても全然ありなんじゃないかなと。私の場合はこの常時稼働のホスト PC に AI エージェント、クロードコードとかコーデックスを走らせておくと、これがまた便利で、リモートデスクトップでどこからでも AI に指示が出せるってのもありますが、最近の AI エージェントってスマホからも指示が出せるんですよね。ですので、外にいても家の Geekom A9Max にスマホから指示を投げておけば、勝手に作業も進めておいてくれるし、そのやり取りや成果物をしっかり確認したいときや、Windows じゃないと開けないファイルを触りたいときに、先ほどのリモートデスクトップが効いてくるわけです。で、当たり前にリモートデスクトップを使うようになって気づいたのが、NAS サーバー的な役割も担ってくれるんだなと。以前は NAS 自体に Windows を入れたり、NAS の中で AI エージェントを入れたりといったことも試してみたんですけれども、NAS はデータのアーカイブと割り切って使った方がハードディスクは長持ちするし、そもそもデータ保存に特化したのが NAS で、四六時中いじるものでもないんですよね。少なくともデータを預けてるディスクと作業ディスクは分けるべきであり、結局のところ NAS は NAS のまま、パソコンはパソコンとして使う方が分かりやすい。私は使い慣れた Windows の UI がいいし、NAS もただの外付けストレージみたいに使いたいんですよね。というのも、私はもともと複数の NAS をまとめて管理するために、データ管理専用の Windows PC を常時起動で置いてたんですよね。メーカーの違う NAS を別々に開くのは面倒だけど、間に PC を1台挟めば、どれも外付けハードディスク感覚で、ただのフォルダとして一元管理ができる。お互い有線 LAN で接続しているので、NAS 間のデータ移動も早いし、このパソコン1台だけを窓口にできるので、リモートアクセスという点でも安心であり便利なんですよね。私はシノロジーと Ugreen で複数の NAS を使ってるんですけれども、この Windows PC を挟むことで、それぞれをただのフォルダとして管理できて、データの扱いも圧倒的に楽になる。しかも、このパソコンはめちゃめちゃ小さいので、どこにでも置けるし、どこからでもリモートアクセスできるわけですからね。結局のところ、こんなにいろんなことができるのに、こんなに小さくなってしまったっていうのがやっぱりすごいと思うのでした。はい、最後にまとめです。昨年の Geekom A6 の時点で私だいぶ感動してたんですけれども、この Geekom A9Max はそこからさらにもう1ランク、2ランクくらい進化したかなという印象です。この手のひらサイズの小ささにこれだけのインターフェースが詰まっていて、もう一昔前のデスクトップ PC をまるっと1台詰め込んだ感じですね。通信性能も高いので、家のホスト PC としても難なく使えるし、リモートで操作する家のメイン PC として運用するのも便利だなと。確かに高性能な分、それなりの値段はするのですけど、
高性能なドッキングステーションやハイエンドスマホの値段を考えれば安くも感じるし、Apple デバイスだってめちゃめちゃ高くなってしまってますからね。そもそもこれと同じ性能のパソコンを自分で組もうとしたら、この金額には収まらないし、サイズだってずっと大きくなってしまいますからね。ただ勘違いしてはいけないのは、これゲーミング PC として AAA タイトルをバリバリみたいなことはできません。でも作業用マシンとして使うなら、こんなに便利に使えるものもないですからね。特にノート PC にあれこれ繋いで使ってる人とか、大画面モニター使いたいとか、分離キーボード使いたいって人なら、一層もうミニ PC にして、キーボードもモニターも自分に合ったものを選んだ方が良いのではないか、その方が快適なんじゃないかって話です。まあ去年 Geekom A6 を触った時にも感じたんですけど、パソコンの使い方そのもの自体がだいぶ変わってきてるんですよね。仕事の内容まで大幅に変わってしまっている。そしてこれだけ変わっても、パソコン作業で一番大事なのは結局のところ扱うデータ、情報なんですよね。AI がどれだけ賢くなっても、そこに渡す自分のデータ次第。だからこそ、その情報をどう貯めて、どう整理して、必要な時に取り出せるようにしておくかって話だとも思っています。どこからでもデータを取り出すために通信速度が必要で、そのデータを大量に保存しておくためにストレージ容量も必要で、そしてそれらデータを好きな画面に映し出すために豊富なインターフェースがあると助かる。Geekom A9Max ならそのどれも足りないってことはないんじゃないかなとも思いました。というわけで今回はこの辺でおしまい。